春の花は枝の下に落ちて、秋の露は葉の前に沈み、行く水の流れはとどまることを知らず、つむじ風は音を残して去ってゆく。粗末な衣を着た痩せた青年がこの地にたどり着きました。彼こそ後の空海。この時はまだ誰も知りません。感覚や視覚の世界は人々を溺れさせる海。春、夏、秋、冬、天地に育てられるこの世界こそ身を寄せることができる峰であり、この世にとらわれる苦しみを知ったからには宮遣いといった映画など捨ててしまおう。風をつなぎ止めることができないように、誰が私をつなぎ止めることができましょうか。そう言い残し、彼は大学を辞め修行の旅を始めました。かくして空海、この地に立つ。空海遍路文化会館が立つ。ここは室戸市行道崎。室戸市は亜熱帯性気候に近い温暖な土地に約1万4000人が暮らしています。世界ジオパークセンター、廃校水族館やクジラ館があり、天ぷらや金目鯛といった食に恵まれたところです。夕立いかんちゃ、おらんくの池には潮吹く魚が泳ぎおるとよさこい節にも歌われるように土佐捕鯨発祥の地です。会館の南側にはすずりヶ浦があります。良質なすずり石が取れ、弘法大師もすずりに使ったと伝わります。山林が約8割、海にせり出すように四国山地が走り、室戸岬には四十字山がそびえています。行道崎は空海が若い頃悟りを開いた場所として有名です。なぜ空海はこの地を選んだのでしょうか。金剛長寺のご住職酒井智光さんは、私はやっぱりこの大自然の中だと思いますね。自然の中に自分の身を置くということで、結局いろんなことが見えてくるから、そしてそこの中で自分を客観的に見ながら今の教えのようなものを説いていくというような形が出てくると思いますね。空海は空が宇宙とつながり、絶えず移りゆく大海原しかない大自然に身を置いたのです。修行をしたと伝わるのは不動岩、小森堂があります。赤穂の木が岩を抱きかかえ、秋になれば潮菊が岩肌を包む場所。ここから程ないところに弘法大師空海が開基した金剛長寺があります。平安時代、平城天皇の勅命を受けて建立されました。この金剛長寺は空海の一生を描いた弘法大師行状絵言葉の中に登場します。悪魔問答です。場面は大師堂で修行をする弘法大師。闇夜の中で異様な気配を感じます。崩れた壁から覗くもの、緑色の肌を持つ一つ目の魔物、異形の眷属たちが大師の修行を妨げようと集まっています。大師は天狗と問答をし、私がここにいる限りは
二度とここへ来てはなりませんと告げ、庭にあったクスノキの洞穴に自らの姿を彫ったといいます。以来魔物は金剛長寺から去り、聖域となりました。ところで、お寺から追い出された魔物はどこへ行ったのでしょう。金剛長寺の境内にその秘密があります。厄除けの階段を上ると仁王門、正面に薬師如来が本尊の金堂があります。東には弘法大師の弟子だった智光上人の御廟、秋から冬にかけては天然記念物の西寺の薬草が土の上に現れます。さて、天狗門堂の舞台は大師堂です。お堂は南を正面に建てられていますが、西の方角を向いています。その先は遥か足摺岬。弘法大師が追い払った魔物たちは天狗ヶ浦から陸へ上がり、足摺岬へと逃げていったというのです。二度と魔物たちが来ないように、大師堂は足摺岬を向いて建てられ、秘仏の弘法大師像が目を光らせているのです。弘法大師空海、天才、超人、巨聖と言われる平安時代を代表する僧。数々の偉業を成し遂げたことから順風満帆に歩んできたように語られますが、実は30歳まで無名の僧。空海がどのような道を歩み、日本を代表する僧になったのか。今なお残る地域や寺院をたどりながら空海の足跡を追ってみましょう。時代はおよそ1200年前。誕生、魔王として過ごした善通寺。空海が産声を上げたのは瀬戸内海に面した温暖な讃岐の国、屏風ヶ浦。奈良時代が終わろうとする774年6月15日のことです。幼名は魔王。父は佐伯の与えた君で讃岐を治める役人だったと伝わります。母は鳩家の出身。住まいがあったのは香川県の善通寺。四国88カ所75万札所。境内は東西に分かれ、東は伽藍が立ち並ぶ東院、西は西院、誕生院です。東院には約3メートルの薬師如来を祀る金堂や五重塔が立ち、西院には魔王が生まれた住居跡に御影堂があります。御影堂の脇には産湯を汲んだと言われる井戸。魔王の面影を知ることができるのは御影堂の横に立つ像。7歳の頃の姿です。髪の毛を左右に分け、耳のあたりで輪にして束ねた水らを言っています。両手で抱えているのは五輪塔。未来を救済する仏弥勒菩薩の持ち物です。空海は24歳の時、仏法に生きる決意の書というべき三号四域を書き残しています。そこには
余生日を隠すの裏にジュース。住んでいた屏風ヶ浦にはクスノキが木陰を作っていたとあります。その情景は善通寺に残されています。天然記念物の2本のクスノキ、樹齢は1200年以上。マオが見たクスノキかもしれません。マオは15歳までここで育ちます。そして両親や親戚の期待を背にして都の大学に進学するため、讃岐富士が見えるのどかな村を後にするのです。修行、明星が来営した室戸へ。進学のため叔父を頼って都に出たマオは大学に入学します。全国から優秀な学生が集まり、卒業すれば国を担う官僚の道が約束されていました。ところが入学して間もなく真理を求める心に従い歩み始めたのです。安定した道を捨て険しい道を選んだマオ。きっかけは一人の僧との出会いでした。ここに一人の社門あり、我に虚空蔵愚問寺の法を示す。農法若しゃけなばや恩が歴やまりぼりさ。虚空蔵菩薩の真言を100万遍唱えると普通言ってますけどね。だから虚空蔵菩薩の真言を100万唱えると一切の物事が暗記し理解することができるという言われがあるんです。それを信じてやるということですね。マオは愚問寺法を行うため山野に入りました。時に道に迷い、冬には霜を払ってキノコなどを食べたといいます。修行の旅は奈良や和歌山、そして四国に至ります。阿波大量の竹に登り4時。山野に分け入り、徳島県の標高約600メートル、大龍寺山の山頂近く、写真ヶ岳にたどり着きます。うっそうとした山々が眼下に広がり、空が大きく開けた場所。ここで修行を行いました。そして土州室戸の先に権念巣、山の尾根伝いに南を目指します。四十寺山を経て行き着いた先は室戸。海に岩がせり出す不動岩です。マオは修行に挑みました。すると他に響きを惜しまず明星来営す。土佐の室戸の先で一心不乱に修行をしていると、谷は小玉を返し、虚空蔵菩薩の化身である明星、つまり金星が姿を現した。そして暁の明星が一筋の光となり、マオの内に入ったのです。僕はやっぱりここで生活していると、海の上をさーっと光が流れてくる。夕日なんかは海の上と、それで朝日はこちらからね、逆にこう海の上を走ってくるんですよ、光を。僕はそれが本当じゃないかなと思いますね。
走ってきた金星の光を窓口としてマオは宇宙を広げていった。この体験をもってマオは宋空海としての新しい道を歩み始めることになります。日東、密教を授かった昇龍寺。24歳で三号四域を書き終えた後、空海の足取りを歴史書の中に見つけることはできません。再び歴史に登場するのは31歳。遣唐使の一員として唐に向かう姿です。長安に向かう遣唐使船は4艘。空海は私費で留学する僧として乗船しました。なぜ唐に向かったのか。それは山林修行の中で知った密教でした。字のごとく密教は秘密の教え。経典に書かれている文字だけでは理解することができません。密教は詩があり、曼荼羅などの絵を用いて伝える教え。その教えを理解するためには、遠く長安を訪ね、密教の師から直接教えを授かる以外、道はありませんでした。唐への道のりは命がけ。出港して間もなく暴風に遭い、2艘は行方知れず。空海の乗った船も漂流してしまいます。30数日後、人々が見たものは唐の陸地、赤岩鎮の山々でした。空海の命はつなぎ止められたのです。遣唐使一行は福州の海源寺で旅支度を整えると長安を目指します。長安の人口は約70万人。世界最大の都市でした。玄奘三蔵がインドから持ち帰った経典を収めた大願塔もそびえていました。空海は密教に必要なサンスクリット語を学びます。半年後、ついに密教の師がいる昇龍寺の門を叩きます。出迎えたのは1000人もの弟子を持つ慶華阿闍梨。出会いからわずか1ヶ月後、空海は大蔵会の教えを受け継ぎます。翌月には金剛会の教え、そして3ヶ月後、慶華に次ぐ密教の継承者になったのです。慶華阿闍梨から空海が教えを学ぶ様子を弟子はまるで瓶から瓶へ水を注ぐようだったと伝えています。空海は時を惜しみ、曼荼羅や密教法具の制作に取り掛かります。一方、慶華阿闍梨は体調を崩してしまいます。空海との出会いから半年後、灯明が静かに消えるように生を閉じます。帰郷、室戸に戻り金剛長寺建立。空海が日本に戻ったのは806年夏のことです。ところが都に入ることが許されません。理由は儒学僧の任期が20年にもかかわらず2年も経たぬうちに戻ったため。空海は九州の観世音寺に滞在します。
密教の継承者になったにもかかわらず平安京に入れない空海。この時期、空海の足跡を室戸で見ることができるのです。金剛長寿の会期は807年、唐から戻った翌年です。空海は金剛長寿を回帰し、ここを拠点として船で奈良や和歌山に出向き、入教のために働きかけをしていたのではないでしょうか。裏付けるように金剛長寿には2つの重要な品が残されています。どちらも平安時代のもの。一つは旅談具。密教の手法で使う道具が収められ、開くと密教の段ができます。背負って移動できることから旅談具と言われます。我が国に平安時代のものは一つしかありません。もう一つは真言密教の根本経典大日経七巻と金剛長経三巻。大日経に書かれている教えを図解したのが大蔵会曼荼羅です。密教を伝えた第六層一行の原本を写したと後書きにあります。金剛長経の教えを図解したものは金剛会曼荼羅です。注目すべきは2経10巻が揃った写本は日本最古であること。空海は大日経と金剛長経を若い時に修行をした室戸に持ってきたのかもしれません。そして金剛長寿に置いた。大日経は空海にとって思い入れの深い経典だったと言われます。唐から戻り持ち帰ったものを目録にして朝廷に提出していますが、その中に大日経が明記されていません。その理由を主治院大学の元学長頼富元弘さんは意識的に目録から外していわゆる録外とし自分の手元に置こうとしたと推測しています。空海は大日経を身近に置いておきたかったのかもしれません。それがここにあったというのは自分の手元へ置いて勉強するためであったというような感じがしますね。各地を巡っていた時に使っていたであろう旅談具、学び続けようと手元に置いた経典類、金剛長寿に残された品々には入教のため苦心しながらもひたすら道を追い求める空海の姿が感じられます。入教、華々しく仏教界に躍り出た神護寺。唐から戻って3年、空海に都に入る許可が下ります。ようやく密教の継承者として仏教界に登場します。神護寺での活動は14年間。ここから密教を広めていきます。神護寺は愛宕山の山麓にあります。楼門までは約300段の石段、金堂、書院、大師堂などが並び、紅葉の名所としても有名です。本尊は国宝の薬師如来、奈良の世を見てきた仏です。空海が住んでいたのは納涼坊、本堂から南に降りたところ、現在の大師堂が建っています。空海はここに住み、自然が織りなすドラマを書き残しています。
谷から雲が湧き上がり、深い谷も浅くなったようだ。大空に響く雷は地面の上を渡っているようだ。風が私のいる納涼房に吹き込んでくる。降る雨は勢いよく風とともに降り注ぐ。この神護寺には室戸と関係するものが残されています。まずは石段の途中にある大きな石。室戸すずりヶ浦のすずり石が運ばれ置かれているのです。赤狩師空海が一心不乱に修行した不動院はその近くの石が置かれているのです。そしてこの板彫大師像です。鎌倉の世聖人法親王は顔玉院を造営するにあたり弘法大師像を祀ろうと考えます。親王が模刻する像として選んだのは他ならぬ金剛長寿の弘法大師像だったのです。空海の名前は全国に知れ渡り、当時も高野山金剛無寺も空海の教えを伝える大寺院として存在していた時代です。なぜ聖人法親王は遠く室戸まで武士を派遣して金剛長寿の弘法大師像を模刻させたのでしょうか。なぜ金剛長寿さんの板彫り弘法大師像を模刻したかという、それは、若い頃にですね、土佐で、弘法大師は国蔵愚問寺法というね司法をされて修行されてます。それも、歴然とした事実なので、それで若々しいお像を、土佐の金剛長寿さんは制作されたという。でこの高尾山寺というお寺、もともと神護寺の前身のお寺なんですけれども、そこに入山された当時は弘法大師はまだ36歳、前後の年齢であったわけですから、それも高野山や東寺さんのお像というのはもう晩年のお姿であってですね、このお寺には土佐の金剛長寿さんのお像がふさわしいというふうに聖人法親王が考えられたと、そういうふうに思われます。聖人法親王が求めたのは若き空海の姿でした。その姿が残された像は金剛長寿にしかなかったのです。空海が修行をしたと伝わる金剛長寿と14年余りを過ごした神護寺。空海の軌跡は一本の糸でつながっているのです。集大成密教の根本道場東寺。空海のもとへ嵯峨天皇より勅書が届きました。東寺を長く空海に給与する。対して空海は歓喜に絶えず秘密の道場となす。823年1月19日、東寺は空海に託されました。世界遺産東寺、密教の根本道場のスタートです。平安遷都とともに平安京の正門羅城門を挟んで祭事とともに建立された国立の大寺院。空海は建設途中にあった東寺を日本で初めての本格的な密教の道場にしていきます。密教寺院がどのようなものか空海以外誰も知りませんでした。空海は
密教の教えは奥深く、文字だけで表すことは難しい。そこで絵や図などあらゆるものを用いて伝えようと言います。その言葉の通り、壮大な計画に取り掛かります。冬至は南から本尊の薬師如来をお祭りする金堂、密教の教えを伝える法堂、僧が教えを実践する場としての直堂が並んでいます。空海は密教の教えを伝える講堂に2次元の曼荼羅を3次元にした立体曼荼羅を21尊登場させました。その中心には真言密教の主尊大日如来を安置し、大日如来を中心とした世界を広げていくと曼荼羅。空海は境内すべてを使い曼荼羅を描いていったと言えないでしょうか。空海の構想が果てしなく大きく広がり、宇宙に向かっていると感じ取れる構図です。さらに南西には密教の継承者を生み出す灌頂院、南東に釈迦の遺骨を納める五重塔を配しました。空海は冬至に教えのすべてを注ぎ込み、密教とは何か、密教とはこれだという答えを作り上げていったのです。集大成として空海自身が構想し作り上げた寺院、それが冬至なのです。入場。我長く山へ帰らん。高野山金剛無事。若き日、好んで山水を歩きました。吉野より南に行くこと1日、さらに西に向かうこと2日。ここに平原の誘致あり、名付けて荒野と言います。四面後方にして人の通った足跡もないようなところです。空海は43歳の時、嵯峨天皇に高野山を修禅の道場としたい旨を願い出ました。翌年に許可が下ります。修禅の道場高野山の歴史が始まります。高野山は周囲1000メートルを超す霊峰に囲まれた標高約900メートルのところに位置する盆地。総面積は約110ヘクタール。東京ドーム24個分という広さ。寺院の数は117。密教僧だけでも約700人。高野山には2500人ほどが住んでいます。年間約140万人の観光客、拝観者が訪れる宗教都市です。造営を始めてから15年、空海59歳の夏、お盆に万灯会を開くまで造営が進みました。その法会で空海は有名な願文を残します。虚空付き、衆生付き、涅槃付きなば、我が願いも付きな。私の願いはこの大空がある限り、生きとし生けるものが存在する限り、涅槃が続く限り尽きることはないでしょう。そして835年、冬至から戻ると正月より水を断ったと伝わります。空海は言います。やねやね、人の味を用いらざれ。
弟子たちはせめて水だけでもと促したといいます。3月21日午前4時、我長く山へ帰らん。空海は永遠の情に入ったのです。62歳でした。同業2人。入場した空海は弘法大師として人々の心の中で生を受けます。高野山の大門にかかる額には不潔日々大用語とあります。日々の用語を欠かさず、弘法大師は毎日5秒から姿を現され、ところどころを巡っているという意味です。その言葉の通り、お遍路さんの菅笠には同業2人と書かれています。一人で歩いていても2人、もう一人とは弘法大師。お遍路さんが身につける白衣にも南無大師返上金剛とあります。返上金剛とは慶華からいただいた法名。弘法大師をよりどころにしていますという意味です。その言葉を初めて唱えた人が空海の弟子だった蓮司だと言われます。金剛長寺の住職だった蓮司は高野山から金剛長寺に帰る途中に山の中で倒れ、南無大師返上金剛と唱えて息を引き取ったと伝えられています。お遍路さんは弘法大師をよりどころにし、共に歩んでいるのです。弘法大師と共に歩く遍路道、四国一周1400キロ、自分と向き合う旅路。ただ己を知るために。今では台湾、韓国、中国をはじめ遠く欧米の国々から多くの人が四国を巡っています。分け隔てなく一人一人に弘法大師は語りかけます。仏教の教えは遠くにはありません。あなたの心の中にあるのです。自分以外どこに求めるというのでしょうか。